荷重がかかってる状態ではいこうかかるわけじゃないですか、はいでかかった時に結局ここナックルの角度が入るわけじゃん、はいはいはいこれがね。それでロード抵抗は増すじゃない。うん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 で加速の時も下がるわけじゃないですか。加速の時も車高が下がるわけじゃない、でナックルクルのキングピンアングルはマイナス側に行くわけじゃない。でそこで踏もうとすると、結局まっすぐになろうっていうことでここのドライブシャフトが前に行ってれば起きようとするわけですよ。はいはいはい、ドライブシャフトの角度がですね。だと起きようとする力とそれからトーアウトで広がるってことは下がろうとするわけじゃん、その2つがプラスになるわけです。わかります？下がろうとする力と持ち上げようとするシャフトの回転で持ち上げようとする力のダブルがかかるから、はいはいはい、トラクションはもうめちゃ急に変わりますよね。これもだからドライブシャフトが、こっちこっちですね。こっちの角度だったらば下げるになっちゃうっていうことですか？いや違う、こうやろうとすると持ち上げようとするわけ、後ろをで こいつが蹴ろうとするから、こっちになったらこっちにすると、はい、自分でタイヤを上げようとしちゃうんだよね。だから沈むっていうことですよね。沈むんだけど足を上げようとしてるから沈むんであって、トラクションは減ってるんですよ。だから止まってる時にアクセルブンって入れて後ろがケツがピコンってブンってなる車は下げようとしてるんじゃなくて足が上がろうとしてるっていう。なるほど。地面に対してはだから持ち上げようという力に対して今度はタイヤが下げようという力をかけてる方がのバランスでですね。そうで結局止まるっていうのはさっき言ったのはこっちの角度で引っ掛けで止まるような感じですよね。これ実車体と若干硬いタイヤだからそうでもしないとって話です。なるほど。そのダブルを利用できるからしたいわけですよね。こうなった場合って全然角度が違うんで片側動かないで片側だけガッツリ入ります。足が柔らかすぎるとアクセル抜いてもそのまま下がろうとするんですかね。車高下がり始めてた車が開く力で沈めようってなるわけじゃないですか。トーアウトで沈めようってしてるのに踏んでないと踏んでなくても同じですよ。こっち外行こうとしてます、沈もうとするんですよね。そう沈もうとする。アクセルを入れてなくても沈もうとする、そうアクセル入れると起き上がろうとする。でも起き上がろうとするけどもエッジが食ってれば沈めようとする。足で沈めようとするのバランスで、だから膝を曲げて踏ん張って何その説明間違えるそれやっちゃうと分かんなくなる、だから、遠因にすると浮こうとしますよね。トーアウトにするってことは沈めようとするわけですよね。外に行こう右左が外に行こうってしてた方が、車体は沈もうとしますよね。だからそれを2つ貼り合わせちゃうことですよね。喧嘩させて、の方が全然トラクションは。なるほど。そうこれは実車で壊してみないと分かんないよ本当に。フォーシングの車だったらどうなるんですか？フォーシングの車はできないですよね。できない。だから86レーサーとこれわざと引っ張ってフォーシング曲げてキャンバーつけたりしてます。そうですね。それはしなりでできるけどベアリング壊しますよね。ですね。最終的にドライブシャフトのあそこのスプラインがいっちゃいますよね。なるほど。君の君よ壊れてたでしょ。いや僕も壊しましたねやりすぎてやりすぎるんですねでも止まるんですよ。確かに止まるのと、あとは加速のところの抵抗がないんでスピード出やすいですよね。なるほど。逆に言ったらミューが減った方がスピード出るから、雨の日がスピード出る。ドリフト中の横向いた時ってどうなるんですか？横向いた時はフォーシングの車は変わらないけど、いやフォーシングじゃなくて今マルチリンクだとこれすごい抵抗値上がる方向に行きますよね。いいって片方の分外に行こうとしてて横に流れてて、ここを流れ始めると一気に
入るわけですよね、グうんうんーで片方は普通のまんまなんですね、すごい刃になるんです。左の方はさっきのが強く出るっていうこと。この弾かれよう伸びようと抵抗値は上がる。抵抗値上がって伸びようとして飛びようアクセル入れたらドライブ伸びようとするよね。しますよね、しますね。後ろに来ますよね今度ね、はい、ただトーアウトになってるので沈もうっていう効果はちょっとなくなりません？まっすぐ走るときに比べたら。止まろうとするときは止まるための足になってるわけですよね。なるほど。こういう感はあはあ、じエッジでですね。そこがだから実写とはちょっと違うよっていう。なるほどですね。はいはいはい。実写だったら刃にしただけでもう食いつきは止まる車になるけど、確かに、立ち上げもいいけどハブベアリングは、そうですね1個3万円しますよねそうです、今もっとするんじゃないですかね、入れ替えたらなるほど。だからそれはつけすぎちゃダメなんだけど、ラジコンだからいけてる。なるほど。一さんと戦わなきゃいけないとかだったら、向こうは軽いから止まるし、そのジオメトリーの度とかを考えなくても重量の違いで止まる、重量の違いで止まんないですよね、スープがね、わーってね、でもそこで立ち上げなきゃいけないから、もう強引に行くんだったらもうだと行きます。でもそうですね、23ヶ月はそれで走ったらやりこうタイヤがこうゴリゴリってこうなります。なるほど。はい、7万円ですね両方でということなんですよ。でもその時点でその形の上でキャンバーついてれば全然違うんですよ。こう一瞬かかったのもこれ等ゼロだって言っててもポジになりますからね、ゼロでやってると。だからかかって止めるため、でドリフトってこの状態で加速するためでしょ、こういう状態からだってコーナーじゃなければドリフトってできないんだから、だから傾いた状態でわーって踏むんだから、この時一番きっちりくっついた方がいいんだったらキャンバーにですね。それをコーシングで一生懸命見つけた人がいるからぶっ壊すわけですよ、なるほど。要は溶接でコーシングを引っ張って、で補強入れて、そうですね、もう動かなくしちゃって、それだけでもう全然変わるから、生き物が車としては。86で頑張るならそこですね。そこしかないですよね。ドライブシャフトをチタンかなんかでもうちょっと別のもので作ってスプラインのところの根元から折れちゃうんですよね。そうですよ。デフに突っ込んでる。だからあそこだけいっぱい持ってます僕スプラインのところででそれが嫌でマルチリンクにしたんですよ。間違いなくいいですよ、でも、やっぱりその乗ってる感触っていうのがやっぱりそのコーシングとそれは使い方が違ってワンメイクで考えたら、そこで競おうとしても、もう一つのラインに並ぶしかないんで、テクニックになっちゃうじゃないですか、その人の。そこの差を見せるにはいいけど、物としては時代遅れですよ。そうですよねだからせめてやるならば、改造していいんだったらば、このナックで押さえてる部分の角度を倒すのはありじゃない。キングピーアングルは2本でこうやって持って、要はということは、あれですかね、86とかだったら頭頂リンクとかあるんですよね。つける場所ね。つける場所で、だからロッドこれ今押さえてる場所が下だとして、こうやって普通の動きをしてるところに、制御上の頭で引っ張っておくとこいつこうなりますから。だと必然的にキングピーアングルはマイナスになるんですよね。そうですね。それつけるのが逆だったら逆になっちゃうんで分かってる人がやらないと意味がないんですけど、
あ上にわざわざつけてるっていうのはそういう本当だ。わかります？もともとは下なんですか？どこでもいいんですよ、知らない人は。86は下なんですよね。これは溶接でつけてるってことはどこでもいいんですよ。分かってる人だけはそこをちゃんとやるわけ。これ沈んだらこれみんなね、こう思いっきり大パワーかけて千馬力だとかってアメ車ってよくやるから、そうするとチャがるんね。チャが防止のためにこれが生まれたんだけど、分かってる人はその場所でそうすることによってこっちに傾くよっていうのが、こう行くじゃないですか。はい、こう行こうとするからタイヤ前に行こうとするんだけど、本当はわーってなんだけど、基本はミューのないところでやったらこうなって、こういう動き、ここで上を押さえることによって後ろにずれたりするね。コーナーとかでは方針がこうちょっとこうずれるわけですよ。でバタバタなりますよね。そうで上を押さえてると沈むんですよ。曲がってるから荷重のかかってるところが。アームはこれはどこにどんなやつついてるんですかこれ。どっからでもいいんですよアームは。どっから86は5リンクなんですよね。86で考えればつける場所によってなりますよね。だから86の場合は5リンクで、上が短いんですよ。で上短い2本あって下に長い2本があって、でラテラルロッドが入ってるんですけど、車高を下げるとホーシングが上に上がるじゃないですか。でアームがこうなるんで、逆に下をこう下げるトラクションブラケットっていうのがあるんですよ。それをすると、トラクションがかかったような感じにはなるんですけど、いいんじゃないですか。それでどっちかが支点になってくれないと。これは支点がないからね、板バネで、ね、これ板バネでその支点を作ってる感じになってるっていうことですか。同じですよ、考え方。なるほど。基本的にはチャザ防止みたいな大パワーでやった時に、このロッドはですね、そう使うんですよ。つける場所によってはそうなる。なるほど。こいつが右に向かってコーナー走っちゃったら、ドリフトじゃないからね、普通のあれでいけば右に曲がろうとしてた時にはこいつ外行ってくれた方がいいんですよ。右に曲がろうとしてる時は外に行ってくれた方がいい。お尻が一緒に巻いてきた方が。そういうことですね。すごい動くからね、本当はパワーかけると。そうですよね。ロッドは2本しかないんですね、これは。そうなんです。もともとはない。もともとないんですか。ないです。これはつけてるんですよ。じゃあこの板バネが外れたらバリンって取れる感じですか。そうなんですね。ないです。使ってるもないです。ダンパーはいっぱいついてますけどね。ダンパー12本ついてますね。そのうちの4本もダミーですね。もう取るのめんどくさくてついてる。でもアメリカで走ってんのも3本とか2本とかついてるけど1本しか多分動かしてないです。あと抜いてます、中も。見た目。なるほど。迫力が。てか1本で十分機能するっすよ。でも上のアームがなかったら、これねじれようとしますよね。そう勝手にね。それをこのダンパー向こうとこのダンパー2個で制御してる感じ。それも向き違うしね。前に進もうと思ったらホーシングは後ろに傾こうとしますよね。ってことはキャスターはトラクションがかからない方向になりそうですけどね。普通だったら。500円
勉強すれば結構これは面白いですよ本当うにね。ん。でこれを遠くから持ってくることによって本当は折れる場所をコイルスプリングとかに変えればかなり違うんですよね。4区だから物の考え方は変わってきちゃうんですよね。なるほでも DTR だって4区だけど、まああれはトラックさんが後ろに失われたからフロントにパワーを入れるようになる。はい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 。基本 FR の考え方そのままなんっていうです。ことですね。ただパワーかかるからんうん結局フロントはキャスターがそんなについてない。ああ。先効かなくなっちゃう。はいはいはい。